ご主人様、ワンタマ男の子 VTuber の犬山玉木です。そしてくまモンです。またくまモンなんだ今回。これ気に入りました。はい、ということでですね、またまたやってまいりました、くまたま街ブラ動画のお時間でございます。おや、くまモン、これは、かの有名な東京タワーですか？東京タワーです。東京なんだお前やるならやれよと思ったらですね、何やら中に入りましたら、あれ、なんかホロライブの VTuber さんのパネルがありますが、なるほど。何ですか？ちょっと VTuber のイベントにでも来ちゃったんですか、熊谷くん。そうですね。そうなんだ。はい。あんまり僕は触れられないっぽいところなんで。じゃあちょっと微妙なんで僕が触れていきますね。ホロライブとね、現在コラボを東京タワーがしておりまして、といっても僕ね、すっかりコラボをしてることを忘れて、燃えるおっぱいでかと思っていましたのでちょっとびっくりしたんですが、ショップとかもありましたね。そうなんですね。これ結構大きく展開されていたのですが、こんな感じでショップもありましたね。なるほどなるほど。はい、まあちょっと僕はね、撮影しながら VTuber ファンに見られちゃうと思いながらドキドキしながら撮影していたんですけども、いやもう俺そこまで気にしてんのって逆にびっくりしたわいやなんかもうええやんって、ちょっとね、ホロのオタクに見えちゃうかななんて思って、ね、他のとこずいずい写真撮ってるのになんでここだけ逆にそっちのが怪しい。なんかね、やっぱりもうちょっと友達だしなーって思いながらね、誰も知らないから大丈夫ですよ。いやちょっとアクアとか友達だしなーとか思いながらドキドキしてたんですけどもまあそんなホロライブも現在コラボしております東京タワー登って参りましょう。はーい。さあということで東京タワーを早速登っております。はーい。スカイツリーも前回ね登ってみたのですが、なんか東京タワーはまた別の思考が凝らされていて、なんかお勉強の部屋みたいなところに閉じ込められてそうですね、東京タワーの歴史みたいなのを聞くコーナーがありましたよね。ありましたね。なんか凝ってるなーっていうか、頑張ってるんだなっていう感じがね、すごい企業努力を感じる瞬間でしたよね。なんかね、東京タワーの建設に携わった、偉い方がいらっしゃるんですけど、その方たちの肖像画みたいなものが置いてあって、なんかその2人の肖像画写真だと思ったら動画で動くんですよね。喋るっていうね。お互いなんかこう目くばせをしながら会話するっていうものを見ながらちょっとお勉強するお部屋みたいなものがあったりしました。そこはちょっと撮影禁止だったのでね、皆さん行ってほしいんですが、そうそう、東京タワーはですね、登ったところでなんか無料で写真を撮ってなんか新聞みたいなものに印刷してくれましたよね。ありましたね。はい、さしてもらって、あれはどこに行ったんですか？あれはですね、僕の手元に現在あるんですけども、一応あるんですね。はい、一応あります。でスカイツリーではね、熊谷くんが騙し討ちで写真撮るとお金が取られるなんてね、すごい言ってましたけど、今回ね、その新聞みたいな印刷してくれるものは無料でもらえるんですが、なんかそれちっちゃく印刷されるので、大きい写真だけ購入したい方は購入できますけどどうですかみたいな感じで聞かれますね。結局お金取られるんですね。なので僕はね、ケチなので無料のものだけもらって帰りました。500円ならもうちょっと売れるんじゃないかなと思います。さあここからね、最上階に登っていくわけなんですが、なんか最上階に行くエレベーターが時間ごとで予約みたいになっておりまして、それを待ってる熊谷くんですそれを取られてるんですね。抜かれてるんですね。急にこっち見てくるんだよな、怖っマジで寝起きかなっていう顔してるちょっと眠かったんですかね今回の東京タワーはあいにくの雨だったんですけども、雨だったから体調悪かったのかな。ずっと雨だな、いつも。そうですね。なんで雨なんだ。雨男ですか？いや僕は普通ですよ。なんか稲尾さんは晴れ男なんだけどな。あんまりその印象ないですけどね。いやそれってさ、絶対くまくまが雨男だから僕よりそれをしのいでるだけじゃね。いやでも僕も言うてイベントそんなに雨だったことないですよ。じゃあ合わさるとダメってこと？最上階はですね東京タワーの形状を見てもらうと分かる通り、上に行くほど細長くなってるので当然なんですが、最上階だいぶ狭かったですね。いやほんま結構狭かったですね。スカイツリーに比べて本当に3分の1とかそんなレベルで、なんか全面鏡張りみたいになってましたよね。なってましたね。だから常に自分の姿が映ってちょっと広くは見えるんですけど、鏡張りになってる分、でも本当にこじんまりちっちゃめの感じでしたね。そうですね。
さあまあこういうスカイツリー東京タワー定番のガラス張りの床もありました、これね5分の1で落ちるっていうそういうシステムらしい。危なすぎるだろどんだけ死人出てるんだよでまあこれスカイツリーと違ってスカイツリーはねこのガラス張りの下のところにもう1枚ガラスみたいな感じであったんですけど、そうですね、はい、ないですよねこれないですね。真っ逆さまですね。これ1枚板が割れたら終わり、終わりですね。終わり完全な終わりなんで試しに歩いてみましたけど、まあでも試しに歩く熊谷くんもさすがにこれ下ないじゃんってなってちょっとやめてましたよね。そうっすね。でも多分落ちないガラスですよね。いや多分じゃなくて落ちないですそれよりも問題は君ですね東京タワー上に登ったところにもホロライブのねパネルとかがあったりとか、はい、こんな感じで大きなイラストが飾ってあったりもしたんですが、すごいっすねこれは。熊谷くんですね真っ先に映り込みに来るんですよ。いやなんなん君本当になんなんマジで僕これに関してはかばわないからね。これあれですか、イマジナルですかこれ。お前だよ東京タワーにはですね、VR 施設があるのを知っていましたか熊谷くん。これって棚ぼたでしたっけ？いや僕は知ってましたこちらですね、e スポーツ施設レッド東京タワーに行ってまいりました。いよいよバーチャルの僕らがバーチャルをやるっていうそういうバーチャルかけるバーチャルみたいなよくわからないことになってきましたよ。夢のコラボレーションがなるんですね。はい、まず入ったところにですねVTuber 界隈で有名なビートセーバーがありました。ああ、剣で切るやつですね。そうですそうです。熊谷くんはねあんまりゆかりないのかなと思うんですけど、動画で YouTube で流れてるのは見たことありますけど、はい、ただ熊谷くんちょっと遊ぼうとしたのですが、使おうと思った方の機材がちょっと調整中だったのか遊べなかったですね。なんか全然反応しなかったんですよ。そうなんですよ。使い方が門前払いされてね、残念でしたが、さあそんな熊谷くん仕方がないので格ゲーやっておりましたキングオブファイターズ急にやってましたね家でできないのをここの無料のゲームのところでやっていくっていうでも格ゲー VR じゃないけど置いてあるんだなっていう感じでしたね。普通の格ゲーでしたね。それで言うとボードゲームもなんかありましたね。これも VR ではないです、今のところ VR 感はゼロです。 VR 要素ないですね。結構大きな机が置いてあって、ところどころにそのボードゲームが置いてあって遊んでくださいねみたいな感じで置いてありましたね。ありますねこれで熊谷くんこれ遊び方教えてくれてるんですけど、違いましたねこれ合ってるのかな。いや合ってないです。合ってないこれいかに早くこうやってやるのかなって思ったらそうじゃないよっていうここで今気づきましたこの説明を読んで違うわって悲しいなさあ僕たちが一番最初に一緒に遊んだのがですね、なんかランニングマシンみたいな自転車を漕ぐ VR でしたね。ああそうか、それやったか。はい、あれなんかね漕いでも漕いでもなんか進まなくて本当にね、めっちゃ漕いだのに全然進まない。そう1ミリも進まんくて、一応進んではいたんだけど、遅いんですよ。だから我々が漕ぐのが遅いのか機材の問題なのかどっちなんだろうなって思いながら。どうやっても機材これさすがにいい運動にはなったのかなと思うんですけど、いまいちまだ体験はできてないです。そうですね、いまいちまだ体験できてなくて大丈夫かなこれって思いながらやってたんですけどここですね、ドローンのゲームでございますね。いよいよですね。いよいよちょっと VR っぽく VR のか VR でもないっす。ドローンもまたなんか違う気がしますよね。ドローンのゲームは撮影者と、やる側で分けないとちょっと撮影ができなかったので、そうですね。今回ね代表をして、犬山玉木がやったんですが、そうですね、撮影僕です。撮影熊谷くんがやってくれたのですが、どうですか撮影の出来は。下手ですねグワングワン言うてやつ。下手なのかなと思うんですけどもでもね、ドローンもね下手です。撮影も下手だしドローンも下手なの。地獄のような時間だったドローン見てたけど、これ特に面白くなんねえなって思いながら終わりました。いや熊谷くんは最初ね撮れ高じゃんって言って喜んでたんですけど、そうですね、犬山さんが想像以上になんか慎重にちゃんと操作してるんで、おーみたいな感じでゆっくり本当にマジで慎重にちゃんとクリアしようと頑張ってる、頑張るんだみたいな感じで、これ撮れ高ねえなって思いながらじゃあ熊谷くん的にはめちゃめちゃ下手くそなのを予想してたっていう感じだったんですね。なんかもうなんならそうです、店員さんに当てるぐらいの意気込みにしてました。それを狙って僕にやらせたんだ。いやもうだって犬山さんってゲーム下手だからこういうのも下手なのかなって思って任せたらなんか意外としっかりやろうって頑張ってたから、いやそうじゃやるだろそれは。俺からしたらいやそうじゃないんだよなってやるだろ監督目線で。なんだお前言っとけよ、めちゃめちゃやれって言ってくれたら店員さんに当てたのに
さあもうそんな感じで下手な仲なんですが、僕これ一番楽しかったのが、銃でゾンビを倒す VR ゲーム。これめちゃめちゃ面白かった。これすごかったですね。これ皆さんにもぜひやっていただきたいですね。くまくんはそんなことなかったかもしれないんだけど、結構銃が重たいんですよ。いや重かったですよ。重かった。重かったです。これね多分ね結構犬山さんは重そうだなとは思いました。重いって思いながらやってた。僕でも重かったんで。まあそうだね、熊谷くんだいぶ力あるからそれで重いなら、そうですね。まあ貧弱の犬山玉木はちょっと。いやでも1個前に女性の方2人やられてましたけど、特に銃重いとか僕は言ってませんでしたよ。なんかあの人たち2回目って言ってたもん。さあその後にですね、なんか野球のゲームやったんですよね。これよく分かんなかったですけど、よく分かんなかったんですけど、僕は結構楽しかったです。簡単だったのでゴーグルで見て、ボールが来たら当てるっていう感じだったんですけど、でも画面で見る限りね、なんか何が起こってるのかあんまよく分かんないかもしれないんですけど、伝わんねえんだよなこれ。画面撮っても犬山さん撮ってもしょうがないから僕画面撮ってたんですけど、まあそうね、これ犬山さんが今体験してるとこ見てる画面ですね。で僕が撮ってます。これ見てみんな分かるかな。いや分かる。振り方弱えなっていうのは多分これ結構見て伝わりそうです。思い切り振った方が良かったのかな。貧弱な振り方してますけど、当てるだけみたいな。本当にまあそうですね、当てるだけでなんか結構ヒットになってたので、当てるだけでいいんだと思ってね。これスッてなんか撫でるみたいなやつじゃないっすよ。これいいのかな。ゲームしちゃったよ。でですね、ゴルフの VR もやりましょうってなったんですけど、なんかこれもね調整がうまくいかなくてね、一生できませんでしたね。そうですね、できませんでしたね。これは残念でした。店員さん頑張ってくれたんですけどね、店員さん何度もね、なんか左利き用の、なんか僕左利きなんで左利き用のものを用意してくれたりとかもして、設定頑張ってくれたんですけど、ちょっとうまくいかなかったですね。結局あんま体験できてないっていう。まあでもゾンビの銃のやつめっちゃ楽しかったから、あれは面白かった。ということで今回は東京の定番観光スポット東京タワーに行ってきました。まあちょっと定番すぎて僕は意外と行ったことがなかったので嬉しかったですね。まあそうですね、東京住んでるとそんな行こうとはまあならないですね。熊谷くんはちなみに東京タワーは初めてだったんですか？いや僕はありますけど。誰と？男女じゃなくて、まあエンディングはですね、VR に行く前に食べたお昼ご飯の担々麺でございます。一番よくわかんないところでエンディング迎えるんですねこれ。そうなんですよ、エンディング用の映像がなかったのでこれなんですけどいやー俺ここで思ったのは払いたいって言わないでほしいなって思ってました。でもこの日は言わなかった気がする。言わなかったですね、この日は言わなかった。この日は運良かったですね。怖すぎるんで、担々麺めちゃめちゃ美味しかったんですけど、美味しかったですね。山椒が結構強めで、そうですね、シビ辛っていうやつ。そうなんですよ。まあ3分の2ぐらい食べたあたりまでは平気だったんですけど、だんだんなんか口が痛くなってきちゃって、最後の方苦しかったんですが、なんかこれ5辛ぐらいまでありましたよね。そうですね、5あって犬山さん1かな、1か2。そうです、僕1か2、おすすめが2とかだったんでそれとかにしてみたんですけど、なんだったっけな、なんか来たお客さんでさ、5辛でって言ってる人いましたよね。いましたね、お隣のお隣ぐらいの席の人が、サラリーマンの方が5辛頼んでて、2とか1でめっちゃ辛いのに、ちなみに僕は0です。そうですね、熊谷くん苦手な方は0とかにしてくださいね。俺は辛いのマジ嫌いっていうか苦手なんで、そこはね、俺もう蒙古タンメンで痛い目見てんすよ1回。1回僕蒙古タンメン好きでね、熊谷くん連れてったんですけど、あれほんと一生許さん、ほんまに。いやまあ美味しいとこなんで。ということでね、次回行くところも実は決まってるんですよ、熊谷くん。決まってんすか？今撮影してる2日後に撮影しに行くんですけど、覚えてないんですか？おい、言ってたな。約束してるじゃん、行こうって2日後だよ。もう2日後っすか？もう2日後だってば。マジかよ。どこだっけ、なんだっけ。内緒だよ。行ってくるぜ。それでは次回お楽しみに。感想や言ってほしいところコメントで教えてね。楽しみにしててくれよな。バイバーイ。何これ。